こんにちは、山カフェです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。現在私は仕事用とプライベート用で2台の MacBook Pro 16インチを使っています。ということは平日もね、休日も、それからオンの時間もオフの時間も MacBook Pro 16インチを使っているということになります。そんな私から見た MacBook Pro 16インチについて、この半年間使ってみての感想を述べていこうと思います。結論から言いますと、かなり満足しています。このマシン抜きでは仕事もプライベートも考えられない毎日になっています。なんですけども、欠点もあります。まずはね、満足している点からいってみましょう。以前に使っていたのが MacBook Pro 13インチの2016年モデルになります。こちらはカスタマイズしてないモデルで、メモリが 8GB、256GB の SSD モデルになっています。この13インチモデルからの比較ですと、動画の書き出しも2倍以上早いですし、もちろんですけどもストレージが足りなくなるっていうことも今現在はないです。かなりね、不評だったキーボードの打鍵感も改善されて気持ちよく入力できると思います。スピーカー性能も上がっていますね。音楽流しながら作業するのもとても気持ちいいです。本当にね、持ち運べる最強のマシンだと思います。とはいえですね、この最強で最高のマシンなんですけども、いくつか欠点もあるんですよね。目をつぶっていいレベルのものからちょっと早くなんとかしてほしいレベルのものまでいくつかあるので、購入される方は参考にしていただけると良いかと思います。このね、直してほしい点、欠点かな、っていうのが5つありますので、それでは行ってみましょう。その1ね、スリープからの復帰がダメ説。結構な頻度で再起動かかってるんですよね。スリープから復旧させようとするともう落ちてて、勝手に再起動がかかっているってことが結構多いです。これはね、 MacBook Pro の欠点というよりも MacOS カタリナにバグが多いからっていうのがもしかしたら原因かもしれないですね。あとは特定のアプリケーションが悪さしてるっていう可能性も考えられます。Apple にはね、早めに修正パッチのリリースっていうのをお願いしたいところです。その2、ファンの音がうるさい説。すぐにね、ファンがね、高速で回り始めます。特に Google Meet でウェブ会議を行っていると、結構な頻度でファンが回ってて、しかもうるさいです。お前何すんだうわその3ね、サンダーボルトの付け根が貧弱っぽい説。USB Type-C のハブをつけて使用しているんですけども、ちょっと動かすとね、接触が悪くなったような感じで、画面がねブレたり、それから SD カードを認識しなくなったりっていうのが結構激しく起こってます。で、これについては対策を今施しているので、ちょっとね様子を見てみたいと思います。その4、背面熱い説。たまにね、庭とかで作業するんですけども、その時に膝の上に置いてね、 MacBook Pro を置いて、作業するんですけども、とにかく背面が熱いです。これから本格的にね、夏になってくるのでちょっと心配ですね。その5、これ分かってたことなんですけど、タッチバー使わない説。とにかく使わないですね。そもそもほとんどがクラムシェルモードで使っているので、キーボードは外付けになってます。今ここにありますかね。キーボード外付けで使っています。で、たまに Mac を外に連れ出したり、あとリビングで作業したりするんですけども、その時にキーボードが使いにくいんですよ。ファンクションキーが普通に利用できないっていうのは本当に作業効率が悪いです。ということで、現状使っていて何とかしてほしい、もしくは次のモデルでは直した方がいいんじゃないかなと思う点でした。OS のパッチをリリースすることで解消する問題もありますし、ハードウェアから見直した方がいい問題もあるかと思います。そしてね、現時点では最終的に次の問題があると私は思っています。
Apple シリコン版 MacBook Pro は最強じゃないか説。この前 WWDC2020 が開催されて、キーノートの中で Apple 独自の CPU を開発しているよという発表がありました。で、Apple 独自の CPU ということで、その性能が期待されますよね。2018年に iPad Pro を発表した時に、ノートパソコンの 92% よりも高速と Apple が開発した CPU A12X バイオニックを説明していました。これが本当なら、プロ用にさらにチューニングしてきた CPU の場合、かなり高速になることが期待されます。現時点で発表されてない製品について、とやかく言うことはあまり意味がないかもしれないですけども、しかし、その性能とね、バッテリーの省電力が気になるところでございます。現在は新型コロナウイルスの影響で外出の機会も減ってほとんど家の中にいます。Mac を使う場所も仕事部屋かリビング、そしてたまに庭に出てのテキスト入力。こんなことなら iMac にしとけばよかったかなとも思うんですけども、やっぱり移動してね、持って行って作業ができるこの MacBook Pro は私にとって今は最高の道具になっています。あとは現時点では仮想環境でも問題なく Windows が動いてくれるので、仕事上では非常に助かっています。これが ARM 系列の Apple シリコンに変わった場合に同じパフォーマンスを発揮するのか、もしくはそもそも仮想環境で Windows が動くのかということが問題視されています。ということで現状では Intel MacBook Pro の最強マシンである MacBook Pro 16インチはやはり最高で最強のマシンであると私は言えます。いろいろとね、気になる噂や改善してほしい箇所っていうのはあるんですけども、MacBook Pro 16インチにはまだまだ頑張ってもらわないといけないんですね。なぜなら24回払いだから。現状、サンダーボルトの接続問題、USB Type-C のね、付け根問題については、一応解決させようかなと思って新しいガジェットを購入して今現在運用しておりますので、ちょっとしばらく様子を見て、よかったらまたこの動画の中でご紹介していこうかなというふうに思います。またスリープからの復帰問題も遅かれ早かれ解決してくれるんじゃないかなと希望的観測で待ちたいと思います。半年間使ってきて、良くも悪くも私はこの MacBook Pro を気に入ってしまって、さらにね、オンでもオフでも使っているんだなというふうに思いました。仕事上でもプライベートでも頼りになるマシンと言えます。ということで、この動画がね、ためになっている方はぜひグッド評価お願いします。またチャンネル登録まだの方はチャンネル登録をお願いします。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。